いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は、アジングのポイント、漁港に着いたら編です。アジングにおいていくつかある釣り場ポイントの中で、最もよく行く漁港について紹介いたします。釣り具屋の情報などで一言に漁港といっても、具体的にどのようなところをチェックしたらいいのかわからないと思い、具体的に挙げてみました。今回の動画では、チェックポイントと合わせて少しだけ参考になる内容もお届けいたします。最後までよろしくお願いいたします。この動画で紹介する表現に、釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。漁港で釣りをする際は、地元の方に迷惑をかけないよう、ルールを必ず守りましょう。それでは、漁港に着いたらチェックするポイントを7つ挙げさせていただきました。場所、底質、潮の流れ、風向き、餌、常夜灯、明暗。この7つについて説明していきます。場所について説明します。漁港内の釣り場となるポイントについて、用語と簡単な意味を紹介していきます。防波堤の先端、潮の流れが複雑にぶつかり合うポイントです。防波堤、ヘチ、つなぎ目、波を防ぎ、港内を守る構造物です。テトラ帯、波を消すブロック帯のことを言います。三代筋、港から船が出入りするために深く掘られた溝のことを言います。スロープ、船を下ろしやすいように道が整備されている場所です。漁船、魚を取るための船です。ある漁港の写真を参考にして確認していきます。防波堤の先端、プランクトンは潮の流れに沿って流されてきます。潮通しのいい防波堤の先端や角といった場所はプランクトンが多く流されてきます。それを狙うアジがたまるポイントになります。防波堤、足元の防波堤のヘチやつなぎ目は絶好のポイントです。流れてきたプランクトンが集まりやすく、アジも回遊することが多くあります。特にゴミや気泡が溜まっている場所はプランクトンも多く流れ着く場所となるため、アジも回遊してきやすいポイントとなります。テトラ帯、テトラポットは波による浸食を抑えるために設置されています。そのため、テトラポットのある場所は波の当たる場所になっています。プランクトンが流れ着きやすく、アジも回遊しやすい場所になります。三代筋、船の通り道は、アジが回遊する際の通り道にもなります。船が安全に通れるように人工的に深く掘られて、アジが溜まりやすいポイントです。日中でも船が通ることで、プランクトンが巻き上げられて、アジの捕食スイッチが入ることがあります。スロープ、波が当たらない場所に設置されていることが多くあるため、潮の流れも緩やかなポイントです。海藻などが多く、アジが好む小型のエビやカニなどが生息しています。船を上げ下げしやすいように、スロープの先は急激に深くなっているため、そこにアジが溜まりやすくなっています。漁船、船の下に小魚が集まっているのを見たことがあると思います。アジも同じで、漁船などの下に隠れていることがあります。すべてを表示すると、このような感じになります。それぞれのポイントの良さを知っておくと、漁港内のすべてが状況によって絶好のポイントとなってきます。底質について紹介します。主な環境の違いは次の4つになります。ブロックなどの障害物、ウィード、岩、砂、この4つのうち、アジングに適している環境は、
すべて該当します。ただし、砂については、ところどころに岩があるところでないと厳しいと思います。この写真のように、そこに魚の隠れ場となる岩などがあれば、アジが身を隠すことができます。潮の流れについて紹介します。流れがある。上げ潮の時は港内。下げ潮の時は港外。上げ潮の時間帯であれば、潮の流れに乗ってプランクトンと一緒に港内にアジが入ってきます。下げ潮の時間帯であれば、潮の流れに乗ってプランクトンと一緒に港内からアジが出ていきます。流れがない。このような状況の時は、アジの活性も低いため、釣りを休憩したり、その時間に釣りをするのは避けた方がいいかもしれません。潮目、海底のプランクトンが上げられる。潮目は流れの速さ、水温、塩分の密度が異なる2つの潮がぶつかるポイントです。その異なる潮によってプランクトンも一緒に巻き上げられます。餌について紹介します。アジの餌となる小魚などがいるか、アジの餌となるベイトなどがいると、アジが入ってくる可能性が高くなります。風向きについて紹介します。左右の風、潮上、風上にキャスト。風と潮が流れてくる上の方向にキャストして、下流に向かって流していきます。もし風と潮が逆方向であれば、潮の流れを優先してください。風は対策できますが、潮が流れる方向は変えられないためです。追い風。ロッドを極限まで下げて対処。背中の方向から吹いてくる追い風の場合、ロッドを上げておくと風の影響でラインが浮いてジグタンが沈みにくくなってしまいます。ロッドを可能な限り水面近くまで下げて対応します。向かい風。プランクトンや小魚が手前に接近線。向かい風はジグタンの飛距離が出なくなるため不安になりますが、アジングは岸際の接近線が大半です。向かい風で手前に流れてくる潮にプランクトンが乗ってくるため、飛距離こそは出なくなりますが、アジングにとっては絶好のチャンスとなります。最後に、常夜灯と合わせて明暗について紹介します。明るい場所、太陽や常夜灯の光が当たるところ、表層付近のところを言います。釣りがしやすい環境ですが、小さいアジが溜まりやすいポイントとなります。暗い場所、太陽や常夜灯の光が当たらない影のところや深場のところを言います。明るい場所に比べると釣りがしにくい環境になりますが、大きなアジが溜まりやすいポイントとなります。デイアジングでは、岸際や漁船の真下が影の部分になり、身を隠しやすいポイントになります。常夜灯の真下はとても明るく釣りがしやすいですが、アジのサイズは小さくなりがちです。大きなアジになるほど、明暗部の暗い方に潜んでいます。常夜灯を真上から見るとこのようになります。常夜灯の真下は人気ポイントでもあるため、先行者がいることが多くあります。しかし、絶好のアジングポイントは、常夜灯から少し外れた光が届くか届かないかの明暗部になります。まとめです。釣りって学べるの漁港チェックポイント優先順位になります。1番は風向きです。向かい風のポイントを探します。2番目は常夜灯明暗です。常夜灯の明暗部を探します。3番目は潮の流れです。流れはあるが、緩いところを探します。4番目に
場所、底質、餌になります。これも重要な要素ではありますが、1から3の条件が揃えば釣れやすくなると思います。以上となります。今回の動画がアジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。